来た。はい。はい。こんにちは。今日はのっけから、お疲れ様です。出た。国枝さん、ありがとうございます。お疲れ様です。今日はなんかのっけから最初いつもなんか人数少ないですね。今日いつもよりなんか多い感じです。ありがとうございます。バドミントンの40代シニア、土井です。こんにちは。今日も、はい、始まりました。週の半ば木曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかそういう近況、今日は家族で家族で拝見します。ありがとうございます。国野さんのからいただいた、青唐の青唐漬けがですね、今日、豆腐につけて食べたところ、めちゃくちゃ、辛いのがまだ、後に残ってます。すごい口がヒリヒリしながら今、配信してるところです。でも、美味しくいただいて、今、半分ぐらい、もう終わったところですね。残り半分ぐらい、いつも食べてます。ありがとうございます。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。木曜日、週の半ば。自分は今日はいつもの木曜日ゲーム練習するところに行ってゲームしてきて、シングルスとミックスダブルスが今日楽しかったですね。やっぱ今日も。ミックスダブルスは本当面白いですね。いろいろ考えさせられながら、そしてなんか自分のシングルスも活かせるところないかなとか探しながらやっていって、充実した、ゲーム練習になりました。また持っていくね。よろしくお願いします。これ今かなり常備食じゃないけど、いろんなところでこう、青唐漬け食べてます。また無印いただきよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日の、流れはこんな感じになってます。一回お見せしていきます。今回からですね、サムネの方にもこれ載っけてたんですけど、こんな感じです。全日本シニアの組み合わせが昨日のお昼頃に発表されましたので、それについて少し自分の見解をお伝えしていきます。で、そして2つ目が、試合で緊張しない一つのコツってことで、自分が今まで試合で緊張してきたけど、これをすることによって少し和らいでいった、少しじゃないな、だいぶ考え方が変わっていって、今はその緊張ってめちゃくちゃなんか変な緊張とかしなくなってきたかなっていうところをお伝えできたらいいかなと思います。で、最後に今週の動画はこれってやつを、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。なんか今日はいつもより声が大きいな。テンション高めに見えますよね。なんでかっていうと、今まで窓開けっぱなしで暑かったからやってたんですけど、窓も閉め切ったところで、そこそこ声も出せるかなっていう。ちょっとテンション高めにやってるところです。はい。ということで、今日のお酒です。こちらにあります。見えますかね。光があって見えない。こちらです。どちらのお酒かっていうと、これも姉にいただいたお酒です。大分県由布市の由布院のやつですね。お酒、日本酒になります。清酒。何なんだろう。純米酒とかなんとかって書いてないからよくわかんないですけど、清酒です。日本酒です。こちら飲みながら今日も配信していきたいと思います。お姉さんありがとうございます。お姉さんというのは本当のお姉さんですね。飲み屋のお姉さんとかクラブのお姉さんとかじゃなくて、本当の実の姉からいただいたお土産のやつです。日本酒です。はい。ということで、先週からの振り返りなんですけど、今週にかけては自分はですね、このチャンネルの方ですね、チャンネル登録者数が今週は、6人新たに、登録していただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、毎回言ってるんですけど、このチャンネルを通して自分はもうバドミントン頑張ってる姿を伝えていく。で、それによって、励みになってもらえたらっていうところを思ってやってます。で、それに対してコメントをいただけたらとか、いいねいただけたらとか、こういう配信で、チャットで、コメントいただけたらとかっていうと、すごい励みになって、さらに頑張れるっていうところでの相乗効果を狙って今やってるところです。ぜひぜひ、チャンネル登録していただいた新しい6名の方も含めて皆さん、よろしくお願いいたします。じゃあ、まずは、乾杯していきます。ちなみにグラスがなんです。グラス、これ見えるかな？韓国のやつなんですよ、これも。日本風の日本酒の入れるやつがないので、韓国のこれ人狼とか、韓国の焼酎入れるやつのちっちゃいやつですね。
これ、大体韓国だったらこうグイって一気飲みするんですけど、ちょっと日本酒なんで、今日はちびちびこれを飲みながらやっていきたいと思います。はい。それでは、週の半ばですね。皆さん、週の半ば、お疲れ様でした。週末に向けてまた頑張っていきましょう。お疲れ様です。乾杯です。どんな味だろう。比較的甘い感じですかね。少し、後味がしっかり残る感じの日本酒になってます。フルーティーとかそんなんじゃない。日本酒感がすごい強い。辛口のお酒になるのかな。そんな感じです。有限会社佐藤酒法。読めない。これなんて読むんだろう。これ C 香っていうんですかね。こういうお酒になってます。よかったら参考にしてください。日本酒感が強い。多分辛口のお酒、フルーティーじゃないですね。しっかり味が来る感じです。なってます。お願いします。はい。ということで、始めていきます。まず最初、一つ目ですね。もうちょっと前になる。一つ目です。全日本シニアの組み合わせが発表されました。はい。ありがとうございます。ということで、自分の全日本シニアの組み合わせ、11月の下旬、11月25、26、27で行われて、自分はシングルスなんで26日、26日、ちょっと見とこう。26日、日曜日に、春日総合スポーツセンターで、あります。自分の40代の男子シングルスなんですけれども、こちらの組み合わせが決まりました。はい。で今回の組み合わせ、詳細をずっとなんか言うとすごいこう、なんかぐちゃ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 なんかなりそうなんで、パッと言っていくと、120人の方々が40代の男子シングルスに申し込んでました。で、その中で自分は案外いいところに入っていったって感じで、少しこうほっとしてる感じです。今回自分は男子シングルス、福岡県の、福岡県からエントリーしてるんですけど、福岡県の中で7、8人ぐらい確か申し込んでてたんですよね。申し込んでて、それのランク順で、いいとこに大体振り分けられるっていう感じになるんですけど、自分はその中で今回の福岡県の中での予選大会の福岡県社会人で、もうちょっと手痛い1回戦負けをしてしまったことにより、申し込み順がおそらく6番目ぐらい、8人中6番目ぐらいになったから、これはまずいな、多分組み合わせ的に言えば、すごい強い人の同じそのトーナメントの山に入ってたりとか、下手したらこう1回戦の次でめちゃくちゃ強い人になったりとか、そういうイメージでいたもんで、なんかやばいんかなとかって思ってたんですけど、蓋を開けてみるとですね、案外、そのむちゃくちゃ変なところに入ってないっていうところがまず安心してよかったなって思うところでした。で、もう一個良かったなって思うのは、この人と一回試合したいっていう人と、うまく勝ち上がりさえすれば、ベスト16決めの試合、3回戦目で、うまく自分が勝ち上がればですね、反対自分がやりたいって思ってる方は、シード選手なんで、シード選手プラス、去年の入賞、確か3位だったかなと思うんですけど、3位入賞してる方なんですね。で、その人と、多分上がってくると思うんですよね、きっと。何もなければですけど。でそういう方と、で、自分はうまく1回戦目勝った、頑張って勝った、2回戦目も頑張って勝ったっていうふうになれば、3回戦目にそういう方と当たれる。で、その人ともともと1回ちょっとやってみたかったっていう人と当たれるっていうことになったので、すごい今モチベーションが上がってるところです。爆上がり中です。本当に爆上がり中です。この人と試合するために俺は絶対にそこまで勝ち上がっていきたいっていう思いを抱きながら練習を昨日、今日2日間頑張ってます。なので本当ね、今回は本当に良かったなと思います。で、その組み合わせをなんかこう、福岡県の中で多分8人中の6番目ぐらいで申し込まれたのにもかかわらず、案外なんか悪くないとこ入ってんじゃんっていうのを感じたのと、
これ、裏をちょっと見ていって、他の福岡県の40代の人たちがどんなところに組み合わせ入ってるんだろうっていうのをざーっと見ていって感じたのが、その組み合わせの決まり方ってなんか不思議だなっていうところを思ったんですよ。不思議だなっていうのが、6番目で申し込まれている割には、いいところに入ってるっていうのが、なんか多分、これまで全日本シニアにこうずっと出続けていたからこそのものもあるんじゃないのかなってなんか思ったりしたところです。でその理由が2つあって、で1つが今日、だから大会のそういう組み合わせってどうやって決まるんやろうねっていう話を、ちょっとこう、協会の上層、上のこう仕事してる人たちとポロッとこう雑談ベースで話したときに、いや、こんな感じでなんか作ってるみたいだよっていうのを聞いたのが、なんかこうそういう組み合わせを作るシステム、ソフトがあったりして、そこでまず一旦ざーっとこうなんか作るらしいんですね。組み合わせ順、申し込み順で打っていって、でそれを組み合わせにまず反映させて、で、そこから微調整を人がしていくらしいよっていうのを教えてもらったんですよ。なるほどなと。で、そこがもう一個と、それともう一個が、今回ですね、福岡県の話ばっかりなんですけど、福岡県の40代の男子を見たときに、こう継続して全日本シニアに出てる、自分ともう一人、二人ぐらいいるのかなっていう選手は、案外なんか悪いところに入ってなくって、むしろこう、福岡県の予選があった県社会人で上に行ったけど、全日本シニアなんか初めて出ますよみたいなノリの人とかは、こうざっと見て、組み合わせ、対戦相手は分かんないです。対戦相手のレベルは分かんないけど、組み合わせ的にこうなんか、区別的になんか埋もれてるところに入ってるっていう印象ですよね。だからなんか自分はこう出続けていたからこそのものがあって、6番目に申し込まれたけど、案外悪いところに組み合わせが入ってなかったのかなって勝手に解釈してます。これは真実は分かんないですよ。どうなんか分かんないけど、勝手にそんな風に思ってますね。福岡県だけでしか自分そのレベルのあれとかも分かんないからあれだけど、見ていくと、その、今から出続ける、試合に出続けるっていうのは大切なんだなっていうのは一つ思ったところでしたね。組み合わせがだからそんな感じで、全日本シニア出続けてたからこその中で、県社会人の成績はそんな良くなかったけど、パッと見ではそんなに悪くないのかなっていうところに入ってます。で、逆に、県社会人、全日本シニアの予選がで、自分よりも上位に行った人の方が、なんかちょっとこう、埋もれてるところに入ってるなとかっていう印象でした。なので、そうして結論を言うと、やっぱ目標とする大会とかなんとかあるんだったら、そこに出続けることっていうのは、絶対大切なことになるっていうふうに思ってもらえたらいいのかなって思います。目標とする大会だから、スペシャルだからとか、なんか特別だからこそ出なくって、最後の最後にやっ出るっていう雰囲気じゃなくて、目標の大会でこうなりたいっていうのがあったら、そこに向かってとりあえず出るって。出続けていって、もう負け続けても勝ってる何でも出続けていって、そしたらそこで少しずつこう、サイクルが回ってきて、いいように組み合わせにこう変わってくるのかなっていう、一つの事例なのかなっていうふうに思ったところです。それが今回の全日本シニアの組み合わせを見て思ったところですね。なので、ここから自分が、来月末の、に向けて、だいたい組み合わせも決まってきて、対戦相手も1回戦目の人も分かった。2回戦目はどっちが来るか分からないけど分かった。3回戦目は、もともと本当にこう試合をやってみたかったシード選手が順当にいけばシード選手だから勝ち上がってくるだろうで分かったので、ここからが大切です。ここからが大切なんですよ。ここからが、まず1回戦目の対戦相手の情報、名前を検索していって、動画があれば動画を探していって、その人の試合を見てみるとか。試合がなくても、その人がどんな感じで今までバドミントンしてきたのかとか、戦績はとか成績はっていうのはもう結構今ネットで出てくるんで、そこでその人のバックグラウンドを見ていって、こういう人なんだな、ああいう人なんだなと。
っていうのを情報をわーって入れながら、それをイメージしながらこう試合をイメージして練習していくっていう感じです。でちなみに今、初戦の相手はもう分かってるので、初戦の相手、昨日軽くちょっと検索していくと、ああ、年はこのぐらいの人なんだなとか、そう、年はもうすでに分かった。で、今分かったところ、なんとなくこう、全日本シニアにこう出るっていうのが、まあ、初めてっぽい方っていうのも、まあ、分かった。だけど、住んでる地域がすごいこうシニアの人たちが頑張ってる地域で県の人だったんで、レベルはそれなりに高いんだなっていうところも分かったと。なんかその名前一つでバドミントンで検索したら、案外ね、そういろんなところまでこう軽く検索しても分かってくるんですよね。で、逆に多分自分はもう YouTube もやってるし、もう SNS もいろいろもう出して公開して、もう発信してまくってるから、まあ、1回戦の相手は自分見て、動画で見てこう研究したりとか、こんな感じなんだなっていうのをこう知りながらやるんでしょうね、きっと。で、そこでなんですよね、こう自分はこうやって発信しまくって、まあ、動画も上げていったりもしてるけど、若干ですね、こういろいろなことを発信しまくりすぎてるから、ちょっとこの人すごい人なんじゃないと、なんかレベル以上にこうすごい人なんじゃないっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなっていうこともあって、SNS ちょっと発信してるところもあったりします。なんか同じレベルの人でもこう何も発信しないで、ただこう試合の結果だけがある人以上に、こう今までやってきたこう成績とか、試合のこととかをもう動画に上げまくって、結果を上げまくってたりする方が、なんかこの人ちょっと強そうに見えるよねっていうふうになると思うんですよ、きっと。きっとね。その一応、世界シニアとはちょっと違う規模の世界大会でも優勝しましたって言ったら、世界大会で優勝ってなったら、なんかすごく見えるじゃないですか。なんかすごく見えるけど、じゃあレベルはどうなんって言われたら、その世界で優勝するようなレベルかって言われたら、たまたまですね、あの時の大会、たまたま、その参加のレベルもそんなに高くもなかったし、危険もあったりとかもしたし、いろんなこう要因があって優勝できたけど、まあ、世界大会で優勝してるっていうふうに出てる分だけ、きっと初戦戦う人は、ちょっとこの人やばい人なんじゃないかっていうふうに思ってくれたりもするかもしれない。プラス、名前検索したら、トトス北九州でバドミントンを仕事にしてる理事長ですとかってなったら、なおさら、ちょっとこの人なんかやばい人なのかなっていうふうに見えたりするのかな。でそういうところでも少し、あの、有利な風にはなってるんじゃないのかなって勝手にイメージしてると想像してるところです。実際はそんなことないですよ。本当もう、そんな、本当にバドミントンで生活してる、バドミントンを仕事にしてる人の中でも自分もめちゃくちゃレベルが低い、プレイヤーとしてはレベルが低い人っていうこはもう認識しながら謙虚にやってますので、そうじゃないけど、周りから見たら多分そういうふうにも見えるのかなっていうふうに思ってます。なので、こういうなんかね、名前が出て、あらかじめ対戦相手が決まった時には、そういう検索をして、お互いのことを知り合ってっていうのは、これからも出てくるのかなっていうふうに思ってます。そんな感じのこの全日本シニアの組み合わせ、決まったところの今の自分の心境です。はい、これからこれ2ヶ月弱になりましたが、頑張っていきたいと思います。ってことで、そこでですね、大会につながっていくってことで、ここなんですね、試合で緊張しないための一つコツがありますよっていうことを、これからちょっと2つ目の項目として伝えていきたいと思います。ここちょっと一回ちょっと飲ませてください。ヒートアップする今日は。ヒートアップしますね、なんか。声がでかい。いつも以上に。いつもそんな声でかくないのかな。いつも以上に声がでかいです。今日はでも比較的なんかいつもよりも見ていただいている方が若干多い感じがして、そこもなんか嬉しいかなって思って喋っているところになります。もし見ていただいている方のよかったらなんかこういう、なんていうんですかね、絵文字、リアクションか。リアクションこんな感じで送ってもらえるととても嬉しいので、よかったらなんか送ってみてください。よろしくお願いいたします。はい。で、ことで、2つ目の項目いきます。試合で緊張しない一つのコツってことで、
こういうふうに考えていくと、案外緊張しないこともあるんだよっていうのをちょっとお伝えしていきたいと思います。で、自分はこう全国大会なり、世界大会なり、世界のローカル大会なりって今ずっと出ていってる中で、今のこの44歳になった時点で、そこまでこうなんかドキ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 してこう緊張するっていうタイプの選手じゃなくなったんですよね。だけど、もう今から20年ぐらい、20年以上前ぐらいの高校生の時だったりとか、20歳前後の時だったりとか、なんかそんな時はすごいこう緊張して、体がガチガチに固まっていって、思うように動けず、思うように球が当たらず、動けず、試合がもちろんそれだから勝てなくて負けて、いつも練習してる成果の何も出せないで、こうやって試合が終わる俺って何なんだろうって、泣きはしなかったけど、心の中ではすごい泣いて、悔しくて、バドミントンなんか楽しいんだろうって、こんな練習でやってきたことも何も出せずに、試合に誰にも勝てずに、もう全然一回戦負け、もうザラの中で、この緊張するっていうところはすごい若い10代、20代前半の頃の自分にとってはすごい嫌な部分になってました。で、それをどうやって克服したかっていうところが、伝えていけたらいいのかなっていうところになってきます。その前にちょっと自分のバックグラウンドをお伝えすると、20代の前半ぐらいでバドミントンの、プレイヤーみたいな感じのところ、一旦区切りを置いて、20代の半ばから30代の半ば近くまでの約10年ぐらいは、全くやらない期間が1年、2、3年あったりとか、なんとなくこう、だましだましやって、でも仕事がとか言って全然できないで、本当その場のノリでだけで試合に出たりとかっていう、今みたいにもうしっかりバドミントンとプレイヤーとして向き合ってやってる期間じゃなかった時期が10年ぐらいあって、30の半ばぐらいから少しずつこの今みたいなスタイルが確立されていって、今はもうバドミントン、自分のプレイヤーとしての活動はしっかりできているっていう状態です。で、緊張してた、その緊張で全く動けなくって試合にもなんなかった時っていうのは20代の前半ぐらいの時で、そこから、なんとなくそれなくやめてた時期とか、なんとかっていう、その時期ぐらいを経ていって、ここでコツを少しね、学んでいったっていうところになります。で、結論から言うと、何をしたらいいかって思うのが、人の試合見ましょうっていうところですね。まず緊張する人の試合見よう。それが大切。人の試合見てもらった方がいい。そしたら、人の試合見てたら、何が言えるかっていうと、もういろんな人がいて、いろんな人もみんな緊張したりとかするし、いつも通りのプレーなんかしてる人ってそんなにいないよっていう、そんなにいないと思う。全員のこと、バックグラウンドを知ってるわけじゃないから分かんないけど、きっとこの人はここでいつもだったらこういう風に球を打って決めてたりする場面を案外空振ってみたりとか、案外コートに出してアウトにしてみたりとか、そういう場面はよく見かけますね、これは。本当に。で、自分もそうあると思うんですよ。裏返して裏返しじゃないけど、言いたいのが、なんで緊張するのっていうのを改めて考えたときに、ミスったらどうしようと。空振ったらどうしよう。で、失敗したときに、例えばそれを見てる友達とか知り合い、仲間から、なんか言われたらどうしようとか。ツナカンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いつもコメントありがとうございます、ツナカンさん。なんかコメントではいつもあるけど、最近ずっと会ってないですね。ちょっと寂しい限りですけど、今度、下関に行った動画とか見てたんで、ちょっとどんなんやったか今度聞かせてもらいたいので、ぜひ練習でお会いできたらと思ってます。よろしくお願いします。ちょっと続けますね。
そうで緊張するそもそもの要因っていうのが、内的な要因、自分の内になるところと、外的な要因と多分2つあると思うんです。で、外的な要因っていうのが、そういう周りからのものですよね。言われて、なんか失敗して言われたら、あの時失敗したよねとか、あの時空振りしたよねとか言われたらどうしようみたいな。で、こういうところが、なんとかしたら失敗したことに対しての、なんていうんですか、リスク的なことを考えて、で、それによって緊張するとかいうことがあるのかなって自分の経験談の中ではですね、ありましたね。ダブルス組んでても、ペアに迷惑かけたらどうしようと。ペアの球を取りに行って、なんかペアから嫌な顔されたらどうしようと。そんな感じで、自分がじゃなくて、周りからどうしよう、どうしよう。周りに失敗して、かっこ悪い姿を見せたらどうしようみたいなところなんですよね。で、そんなところを思って緊張しているのが自分のそもそもの、緊張している原因なんだなっていうのを30代の半ばぐらいにぼちぼちバドミントンをできた時に初めて気づいたんです。そう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 。でもそれって、その分かんないことじゃないですか。失敗したら周りから何言われてる、周りの人たちは見てるかもしれなくて、周りの人から何か言われたらどうしようとか、失敗したらどうしよう、かっこ悪いとこ見せたらどうしよう、周りの人からどう言ってこんなやつなんだって思われたらどうしようとか、そんなんて分かんないじゃないですか。分かんないし、いちいちどういうプレーをみんながガン見して注目してるかっていうと、絶対そんなことないじゃないですか。だから自分はなんかすごい自分のプレーに、かえって自分が可愛くって自分が好きで、だから自分の失敗をさらけ出すのが嫌くって、周りの人たちからどう思われてるかっていうのを、すごい思いながら試合してたからこそ、緊張があったっていうところなんですね。失敗したらどうしよう、ミスったらどうしよう、周りの人からそんなことで、どう言って、全然うまくないよねとかって思われたらどうしようみたいなことを思われたら嫌だなっていうのがあって、それがゆえに緊張してたって感じだったんですけど、そこを転換していって、いやいや、そもそも俺のプレーなんか誰も見てないしっていうのと、みんなそうやってプレッシャーがある中で試合をしながら、もちろんいいプレーもありつつも、試合のいつも練習している通りに試合で発揮できてるかってなったら発揮できてないことだと多々あるよねっていうのを、人の試合を見ながらとか、負けて審判しながらとかって見ながら気づいたことでしたね。それはトップ級の、その大会の中でのトップ級の選手もいれば、下の選手もいれば、いろんな選手が大会の中での試合っていう特別な場所、特別なステージ、フェスティバル、ステージの中で、いろんな思いを巡らせながら試合しているんだからこそ、失敗することももちろんあるし、うまくいかない時もあるし、で逆にいい時もあるし、そこを理解すると、緊張は自然になくなっていたって感じでした、自分は。やっぱ自分は今コーチングでいろんな人たちと関わって指導する中でも、やっぱ話を聞いて緊張するっていう人の多くは、やっぱこういうところを感じてる人が多いのかなっていう印象。今日もパーソナルレッスン一緒にした方も、初めて今度公式大会出るんですよっていう方との話を聞くと、やっぱいろんな人たちから見られてる感じがするとか、いや、実際見てないと思うんだけどっていうところもあるけど、でも見てる感じがしたりとか、レベルが高い人たちの中で試合するのが嫌だとか、自分が失敗したら自分だけレベルが低いように見えるからっていうところと思うんですけど、じゃない、そんなんがあるから緊張するっていうのはそもそももなくて大丈夫。みんなそう。みんなそう。それこそ、オリンピックに出た、東京オリンピックの時の桃田選手とかだって、すごいプレッシャーを抱えながら、多分ですけど、思い通りの試合ができなかった中での結果が出なかったとかって、ああいう選手ですらそういうふうになかなか思い通りに試合が、プレーができないっていうところもあるんだから、みんなそう。でそれを踏まえてみんなそうだから俺もそうなんだしって思えば、だいぶ楽にはなりますよ。だいぶ楽。自分はそれを踏まえて試合に取り組んでいって、
昔とかってわーってこうやってカチカチになりながらこうしましたけど、今はもう本当そういうことはなくなりました。なくなった。本当に。そんなこともあるよねと。で、かえって自分の今の課題は何かっていうと、そのスタートからの勢いがあまり強くなくって、のんびり行きながら、なんかちょっとやられだしたからとか、なんか少しずつスタートを上げて、ヒートアップしていこうとかっていうノリだったりとか、そんなに競るっていう人とも、なんか中盤、そんなにこう、だらだらこう、ヒットアップしていかないでシングルをしていって、結果、めちゃくちゃ競った試合に見えて終わる。勝つんだけど、勝つにせよ、もっとこう差を広げて勝てるはずなのに、なんかこう、ちょっとした大したことないこうミスをしてみたりとか、相手からなんかちょっとした球決められたりとかしていって、なんか煮え切らないでこう試合しながら、接戦っぽい風にして勝つみたいな、そういうこう自分はかえってこう緊張からもっとこう自分の気持ちを持ち上げていける、そんな心に火をつけれるような試合を取り組んでいきたいというのが今の自分のメンタル的な課題になっています。でここでね、もう一個言いたいのは、その緊張しないコツの中で一つ、周りの人から、ね、あの時失敗したよねとか、あの時空振ったよねとかって、こう試合が終わって言ったりする人とかってたまにいるじゃないですか。でそういう変ないじりとか、マイナスにしかならないアドバイス出しをする人とかっていうのがいるからこそ緊張する人っていうのもきっといると思うんですよ。でそういう人とはなるべく距離を置いてほしい。なるべく距離を置いてほしいな、そういう人とはっていうのは思いますね。いっぱい思います。どういうことかっていうと、いろんな人がいる中で、結構いじることをベースにコミュニケーションを取る人とかっていたりするじゃないですか。で、そのいじるにしても、そんなこう心の中にぐさってくるようないじりじゃなかったらいいんだけど、もういつまでもこうなんか過去の失敗とか、昔のこうネタとか、プレーでも、例えばこうサーブがめちゃくちゃ下手だった時とかにダブルスとかありますね。ダブルスでショートサーブがうまく入らないプレッシャーかかる時とかってあるじゃないですか。で、そうやってショートサーブが入んなくて負けた時の試合とかを、いつまで経っても、ショートサーブ大丈夫みたいな感じでこういじってきたりする人とか、いるじゃないですか。だからね、ああいうね、精神的にこう深くいじってくる人とかは、できるだけ関わらない方がいいです。いいですよ。それ以外のところでいい場面もある人とかだったら、そういう場所では付き合ってていいと思うけど、例えばこの試合終わった後とか、試合の時とかに、そんないじりをしてくる、プレーで、ね、ダメなところをいじってくる人とかって、本当、いいことなんもないんですけどね。あの時、格下の誰々に負けたよねとかいうことを、いつまで経っても言う人とかいるんですよ。います、います。そういういじりで奮発する神になっている大半の人はそれでいい思いやっぱしないはずなのに、それでもいじってくる人とかいますよね。そんないじりのある人とは、そういういじりそうな場面ではできるだけ合わないとかっていうのも緊張しない一つのコツになってきますね。いじりだけならまだいいんですよ。で、それよりも、教える自分がバドミントンのコーチしてて、もうこれだけは絶対言わないでおこうっていうのは、あなたメンタル弱いよねっていう、なんかわけわかんないアドバイスする人いるんですよね。君メンタル弱いよねみたいな。これ本当わけわかんないアドバイスですよ。これ言ったことある人もしかしているんじゃないですかね。もちろん自分も指導者をしてるから、選手のためを思って言ったことが、実は選手からすると、そんなこと言われたくなかったしとかっていうぐらいぐざっとくることが、たまにあるんですよ。あるから、
全否定はできないわけじゃない。自分もその勉強しなくちゃいけないんだけど、でも、これはね、共通して誰に対してでも言えるんだけど、メンタル弱いよねっていうアドバイスは全然ね、誰にもプラスにならないんですよね。でも、それをこう平気で言っちゃう人が多いんですよ。で、メンタルが弱いよねって言って、それでメンタルじゃ強くなろうとか強くなりますとかっていうよりも、それ言われ続けたらみんな弱くなるんですよ。弱くなるんですよ。メンタルなんかみんな強い時もあれば弱い時もあるんですよ。で試合で調子がいい時なんかめちゃくちゃこう、わーってなる時もあれば、どうしても人だから人間だからみんな毎回俺なんかプラス思考でいつも生きてますとか言って、伸び伸びガンガンやってるやつなんか、そんな世界中いないっすよ。バドミントンプレーの中でも、私生活でも。で、それの一部分切り取って、なんかメンタル弱そうなプレーがあったりとか、なんかそれでたまたまこう負けた試合とかあった時を切り取って、いや、この人メンタル弱いよねっていうふうにラベル付けする人っていうのは、もう絶対これ良くないんですよね。それをラベル付けして、毎回その人に、いや、あいつメンタル弱いんだよね、みたいな話をしていくと、その人は本当にそれを思い込んでいって、メンタルが悪くなる、弱くなる、本当の意味ですよ。本当は強いところもあるのに弱いところもあるけど、いや、俺はバドミントンではなんかレベルが、なんかメンタル弱いんですよとか自分でも言い出したりするっていう、そんなセンスになったりする場面、人、今までは見てきたんです。今までとなるほど、他でこうなんか指導者がいてる、こうクラブチームとかみたいなところ行った時とかに、そういうこう選手とそういう教える人がいる場面とかって結構見てきたところ。これはね、緊張しない一つのコツともほぼほぼ重なってくるところで、こんなん言っても全然いいことがないので、これはやめた方がいいし、そんな言ってくる人いたら、できるだけ避けてください。避けた方がいいと思います。経験上の話ですよ。それでもしかしたら、ワンチャンこう、一応メンタル強くなりますとかっていう強気な選手もいるかもしれないですけど、多分、自分が今見た中のそれ言い続けて、それでも強くなれる人ってそもそもいないんじゃないですかね。きっと。だからこう、自分の中でも試合を見ていて、まず理解すること、緊張する前に、いろんな人たちももちろん、いろんな人たちも、自分だけじゃない、他の人たちも緊張しながらプレーして、いいプレーも、いい時も悪い時もあるってところを理解して、自分だけじゃないと。緊張しまくってるのは自分だけじゃないってことを理解して、少しこう気持ちを和らげることが大切なのと、もしもそれでもこう外的にそうやって言われる、お前メンタル弱えよなとか、あの時失敗したよなとかっていうふうに言ってくる人たちがいるならば、そういう人たちとはできるだけ距離が立つ。距離を離す。もうそんなん言われたら無視する。自分もよくします。無視する。なんかこう、この人よくなんかそういういじり方よくするねとか思ったらなんか無視する。この間も言われたんですね。土井さんよく無視しますね。あの人の言葉みたいな。いや、だって、そんないじりだって、俺知らねえし、みたいな。今さっきの土井さんのことをいじってたんですよ。とか、そうなんいや、全然、俺に言ってたと思いたくなかったから無視しました、みたいなことを、言ってたところでしたね。そんな感じで、こう、試合を緊張しないコツっていうのは、2つ、なんか突然まとめちゃうけど、お伝えできたらいいかなと思います。なんかいつもはもっと柔らかい話になるんですけど、ここに関してはもう間違いなく外的な要因、言われる、なんかそうやっていじる人とか、もう余計なこのメンタル弱いよとか言う人とかって、これ絶対害しかないから、もう本当に100害あって一理なしぐらいの状態だから、だから強く言えるから、今回ちょっと厳しめにこういうことを言ってるところです。やめましょう、そんなこと言うのは。誰に対しても利益はないです。そしてあなた自身の品格も下げるだけ。分かってるかな。そうそう、言ってる人が結局品格下がるだけなんだけどな、そんなん言っても。で、そうやってね、こういじりをコミュニケーションとしてる人たちって、いじりをコミュニケーションで、なんかマウント取ってっていうか、自分がこう、あまりこう、下のポジションでっていうか、上のポジションにマウント取りたいっていう人になるのかな。で、人って案外成長できてない人が
多かったりするのかもしれない。その人的な意味です。もちろんバドミントンはもちろん成長するかもしれないけど、人的な意味で成長してるかどうかはわかんない。からこそ、そういう人を見返してやろうとか、この野郎って思う思いもあります。思う思いがあるから、たまにそういう人と会って話したりするときに、あ、こいつなんかだんだん俺のことをいじることできなくなってきだしたなとかって感じることができると、よし、勝ったな、みたいなところもちょっとあったりしますね。はい。まあ、そんな感じのこの試合で緊張しない一つのこと、ちょっと私的な感情も入りましたけど、人の試合を見て、自分だけじゃないっていうことを考え、思うことと、そうやってこうなんか言ってくる人いたらもう離れましょうっていうことになってきます。ぜひよかったら実践してみてください。お願いします。はい。ということで、今回今日のラスト、今週の動画です。今週の動画は、先週の土曜日に、撮ったものになります。ちょっとまだ編集ができてないので、結果どんな風になるのかちょっとわかんないんですけど、いっぱい読ませてください。すいません。話の途中ですけど、いっぱい読ませてください。あ、いいね、1個いただきました。ありがとうございます。今、大体10人ぐらいの方に見ていただいてるんですけど、もし可能だったら、誰が見てるのかっていうのを知りたいところもあるので、これ、なんかこんなやつ押してもらえると、あ、この人を見てくれてるんだ、嬉しいなとかって、嬉しい思いになって、さらに頑張れます。よかったら何かリアクションしてもらえると嬉しいです。喋んなくて大丈夫です。チャットでなんかこんにちはとか入れなくてもいいので、何かこういう絵文字っていうんですか、スタンプっていうんですか、そんなのも押していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。あ、いいねにいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、そうです。今週の動画です。今週の動画、ずっと今、試合の動画ばっかり出し続けていて、まあ、全日本シニアに向けて試合が多い練習の内容になってきているので、必然なんですけど、その中で、まあ、グアムの試合とかを見ていたときに、SJ1 の選手からのアドバイスいただいたやつとかも含めて、ちょっとこう技術的なところっていうか、戦術面を重視した技術面をちょっと変えたいなっていうところ試合の合間のノック練習とかちょこちょこあった時とかにやってます。まあ、具体的に言うと、ネット前のタッチとスマッシュレシーブ、カットレシーブのタッチが、比較的この辺周りのタッチ全部遅いというところがあって、そこは改善していければ、あ、いいね3いただきました。ありがとうございます。すみません、いいねばっかりありがとうございます。で、そのネット前のタッチがこう改善していけたら、レシーブ周り、この辺周りですね。こっち周り、こっち周り。もう少しこう優位に自分を持っていけるなっていうところを、試合の動画をずっと編集しながら見て思ったところですと。で、今回は試合の動画じゃなくて、ノックの動画をお届けしていきます。それで試合で感じた中で、あ、いいね4、ありがとうございます。どんどんいいねが止まっていく。ありがとうございます。試合の中で、この辺をちょっと課題に練習していこうっていう、技術ノックってよりも実践感を踏まえた、ノンタンさん。ノンタンさん、ありがとうございます。ノンタンさん、誰だっけノンタンさん。ノンタンさん、誰だったっけこの間教えてもらった方かなもしかして。この間、実は私だったんだよとかいう、あの方かなありがとうございます、ノンタンさん。ひとまず。嬉しいです。いいね、5になった。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いいな、今日はなんか嬉しいですね。すごい。配信してて、いつも以上に嬉しいです。で、その実践ベースでの技術練習をやっていってるっていうところの動画で、プラス、ノックを出してくれたのが、いつものノックを出してくれるお姉さんじゃね、女子選手ですね。20代の女子選手。お姉さんで言ってしまうのもちょっとあれだけど、女子選手からノック出していただきました。女子選手の名前が、自分がよく YouTube 見てる旅系の YouTuber のアンドロイドのお姉さんっていう、登録者数も30万人か20万人か忘れたけども、すごい有名な旅系 YouTuber の女性の方いるんですけど、その方ちょっと名前が同じなんで、どうしても女子選手の方はお姉さんってやっぱ呼んでしまうんですよ。アンドロイドのお姉さんにちなんで。で、ノックをよく出てる女子選手からノックを出していただいたっ
っていうノック動画になっていきます。時間にしたら今回短いですね。もう10分もない、5、6分ぐらいで終わりそうなノック動画になります。で、あの動画、お姉さんじゃない、女子選手がノック出してくれるっていうのは結構やっぱノックの出し方がうまかったりするので、その中で自分が課題としているところ、プラスその女子選手から見た、土井さんこれもやった方がいいよっていうのを言ってもらって、修正しながらやっていった動画になっていきます。で、プラス、なんかちょっとあれがジンクスっていうのがあって、女子選手が出た時には、なんか知んないけど、なんか知んないじゃないな。多分女子選手があれなんですよ。人気なんですね、きっと。俺以上に。再生回数伸びるんですよね、あの時。女子選手が出た動画に至っては、ほぼほぼ今まで解説をしてくれた、試合をした、ノックを出してくれた、とかいうのも全部軒並み今までの中ではもう上の再生回数になっているので、これはぜひ今回も上げようというやつになっている動画になっております。そんな感じの、今週の土曜日、いつもの9時半からまた上げていきたいと思っておりますので、ぜひそちらの方もですね、見ていただけたらと思っております。はい、ということで、今日もこんな感じで語っていきました。ドイチャンネルじゃねえ、シニアバドミントンプレイヤー、バドミントンの40代シニア、土井の、ライブ配信、週1のライブ配信になります。今日はいつもよりもヒートアップして話をしていき、いつもよりもちょっとこう辛口な人に対してのことも喋っていき、そして全日本シニアの組み合わせも決まったことで、よりヒートアップしていくっていう自分の姿をお伝えしていきました。全体的に通して言うと暑いです、今。顔も暑いわ。はい。で、こんな感じで、これからまた残り11月の下旬の全日本シニアに向けて頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひ応援していただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい。ということで、今日の配信は以上になります。この動画というよりも、このシニアバドミントンプレイヤー土井のチャンネルいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録はしていただいている方ばかりかもしれませんが、チャンネル登録、そしてコメントの方も残していただけると嬉しいです。皆さんが、そうやってやっていただける分、自分も励みになって、よりバドミントンを精進することができ、そしてその姿をお届けできるかと思いますので、お互いが頑張っていけるチャンネルに、モチベーションがアップしていけるようなチャンネルにしていけたらと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。では最後に乾杯して終わりましょう。ということで、土井チャンネルでした。日本酒です、今日は。ありがとうございます。乾杯です。皆さんにとって週末が良い、長えな。週末が良い一日になりますように祈ってます。乾杯です。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。切ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。国枝さん、ありがとうございます。